今日はですね、オリンピック汚職事件ですね。こちらの方でですね、公判中、初公判がですね、角川グループの会長だった角川嗣彦氏80歳ですね。彼がですね、初公判で無罪を主張したと、そういうニュースについて、解説をしたいと思います。オリンピック汚職事件についてですが、元電通の高橋さんですね、EI グループでですね、巨額の不正をしたということで、東京地検特捜部に逮捕されていたんですけれども、どうやらですね、これというのは違法な捜査で、しかもですね、彼は無罪であるという証拠がですね、いくつか揃ってきまして、町銀をめぐるですね、融資の不正なんですけれども、裁判で勝てそうだという時にですね、不慮の病気でですね、亡くなられたということで、その辺、お兄さんの高橋さんもですね、非常に多分検察に対して複雑な思いを抱いてたと思うんですけれども、検察の方も多分同様だったと思います。いつかあいつをやってやろうっていう風な思いはあったんじゃないかなと思います。オリンピック汚職についてはですね、本丸は森喜朗さんなんじゃないかとかですね、いろいろ言われておりましたが、僕は一つは、元電通の高橋さんに対して自宅収賄罪で今起訴されておりますけれども、この高橋さんを吊るし上げるというのが一つの東京地検特捜部の目的だったんじゃないかなというふうには私は思っております。今回ですね、高橋さん、公務員ではないんですけれども、オリンピック招致委員会はですね、東京都と国がですね、出資して作られている団体ということで、みなし公務員に当たるというふうな解釈を持ってですね、今回、元電通の高橋さんにですね、渡ったお金は、これは全部賄賂であると。そういう、立て付けで今回、事件が作られております。今回ですね、電通、博報堂、朝通 DK などですね、日本の大手広告代理店の幹部も捕まって有罪にされているという状況でですね、いくつかのルートが、角川ルートとかですね、あったんですけれども、紳士服の青木とかですね、こういったところがスポンサーになって高橋さん経由でですね、スポンサーになったところはですね、皆さんやられちゃってるわけですけれども、ほとんどの角川嗣彦さんの部下とか、青木の主犯格の人とかですね、全員もう罪を認めて執行猶予判決をもらってますが、なんとこの角川嗣彦さんはですね、立派なことにですね、拘置所の中でも無罪を貫き通してですね、検察に徹底抗戦をしていると。70代後半の高齢ながらですね、人質司法ね、刑事訴訟法第89条ですね、こちらの方に定められている否認をするとですね、嘘をついているという立て付けにされて保釈されないという、カルロス・ゴーンもそれで逃げちゃったっていう、本当国際的にもですね、国連の人権の委員会からもですね、これは非常に人権侵害であるということでですね、改善、是正勧告を受けてるんですけれども、日本の検察が無視をしているというとんでもない制度なんですけれども、これによって数々の冤罪が作り出されてきました。我々が言ってる通りに、検察のストーリー通りにですね、有罪であるということを認めれば早く出してあげるよと。なんならですね、裁判での求刑も罪一等減じてやろうと。その代わり、あのボスが悪いというふうに言いなさいというのがこの人質司法。拘置所の中で一人でですね、こういった経済犯の場合は接見禁止といってですね、弁護士以外と面会ができないみたいな制限までつけて、人を孤独に追い込んでいって罪を認めさせるというですね、悪しき人権侵害システムなわけですけども、最近もですね、NHK の朝ドラ、虎に翼で、帝人事件という戦前のですね、この人権侵害事件がですね、取り沙汰されました。その時はですね、みんなが頑張って無罪を主張してですね、全員無罪になったんですが、最近ではですね、取り調べの録音録画が義務化されたことに伴い、プレザンス事件というところでですね、社長さんが無罪を勝ち取り、今ですね、不審判決議ということでですね、人権侵害、人質司法に関わったこの検察官を訴えたりとか、そういった動きも出ておりますし、角川嗣彦さんはですね、この長期の勾留は人権侵害に当たるということで、この人質司法を国を相手取って損害賠償請求訴訟を起こしていたりとか、だんだんですね、この検察が守り抜いてきたですね、人質司法の岩盤にですね、ちょっとずつ日々が入ってるんじゃないかなというふうに思います。今回、まさにそのオリンピックに関わるですね、招致委員会とか運営委員会ですね、こちらの方のですね、幹部がみなし公務員に当たるのか当たらないのか、こういったところが多分争点になってくると思います。角川さんにはですね、徹底抗戦を貫いて、最終的にはですね、この検察の悪しき仕組み、人質司法を是正できるように頑張っていただきたいなと思っておりますということで、ぜひ頑張ってください。いってらっしゃい。